皆さん、こんにちは。近藤瑞穂です。あっという間に9月に入って、次第に暑さも緩んできましたね。今回はいつもよりも、チャネリングを中心とした、人によっては少し宗教っぽく聞こえる話になったり、突拍子もない話に思われるかもしれませんが、今という時に必要な、重要な内容が含まれていますので、最後までご視聴いただければありがたく思います。それでは久しぶりになりますが、シリウス中継、スタート。今回の話は、今という時であるからこそ、伝える必要がある内容です。以前もお話ししましたが、ツインレイの情報はもともと海外のチャネラーさんが受け取ったものですが、その後日本でツインレイの情報が独自に発展しながら広まりました。私もその流れを促すように2015年からツインレイの情報を発信し続けていますが、ここ数年で一気にブームが加速しているのが現状です。ではなぜツインレイの情報が日本に広まったのでしょうか。それは今回発信するにあたって私自身も初めて受け取った内容となります。日本にツインレイ情報が広まった理由は、日本が世界を照らす太陽の働きを持つ国であるからで、それは日本の国旗が日の丸であることに理由が隠されています。日の丸の太陽がなぜ赤であるのか、そんなことを私はこれまで一度も考えたことはありませんでしたが、その理由にツインレイが深く関わっています。太陽は本来黄色であるはずなのに、なぜ日の丸の太陽が赤であるのか。それは赤という色が何色と何色を合わせてできているのかにヒントがあります。なぜかというと、その2つの色がツインレイを意味しているからです。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、赤という色はマゼンダと黄色を合わせることで生まれます。そしてマゼンダと黄色はツインレイの女性と男性を象徴しています。マゼンダはツインレイの女性の高次の愛の色で、黄色はツインレイの男性の太陽の色で、二つを合わせることで愛の和合によって生まれた最も神聖な太陽になるということ。日の丸の太陽が赤い理由は、愛の和合によって生まれた太陽の色であるからで、本来の太陽の黄色に高次の愛が統合された特別な太陽であることを意味しています。そしてツインレイが日本に広まった理由は、日本が愛の光で世界を照らす働きを持っていることを示しているのです。ツインレイは唯一無二の魂の片割れであり、真実の愛のつながりです。そして今という時に、ツインレイの情報が広まっている理由は、ツインレイの愛の光で世界を照らす時が、今まさに訪れているからです。日いずる国の光が本当の意味でいずる時、それは今であるということ。ここ数年で世の中の流れは大きく変わりました。そして先月あたりから強力になった光と、それに合わせて生み出されている闇のエネルギーに、お気づきの方もいらっしゃると思います。私は8月に入って、いよいよにその時が訪れたと感じました。その時とは、ツインレイの愛が世界を照らす時のことです。夏至以降、ツインレイの愛の統合が加速しています。私自身もこれまで以上に片割れとの愛の大調和の中に入って意識の変化が目まぐるしく起こっています。そして世界に愛の光を届けるための活動に本格的にシフトして祈りの巡礼を強化している現在です。ツインレイの愛が世界を救うことは
これまでも繰り返しお伝えしてきましたが、その時がいよいよ始まったのです。皆さんに今回の話をお伝えする理由は、8月によりシフトした世界に向けて、愛の大調和の扉がこの9月に開かれたからです。ツインレイの統合は今後さらに加速しますので、パートナーとの愛を大切にしてください。そして内なる調和であることを心がけてください。ツインレイの愛が世界を救う時は、今、これからです。以上です。長い間ご無沙汰してしまいましたが、お話ししたようにしばらくの間、私は日本の根源的な霊域をめぐって祈りを繰り返してきました。それは20代の頃からずっと行ってきたことですが、いよいよ本番の時が訪れたと感じています。私がそうであるように、ツインレイの皆さんにも、それぞれのミッションがあると思います。そしてそのミッションは、二人の愛の統合の力によって推進されていくと思います。今回のメッセージを受け取って、私もまた大きな気づきをいただきました。それはいつの日も、ツインレイの女性が、アジェンダに象徴される高次な愛を持っておくことが、どれほどに重要なことであるのかということです。私は基本的に受け取ったものを発信しているため、情報が入ってこない限りは配信することができませんが、今後もまたこのような情報を受け取りましたら、随時お伝えしていきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。シリウス中継を終わります。